それからのはい、どうも始まりました。今回はですね、またロケお付き合いいただきます森本貴弘くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。森本くん、ここ、まさかの成田空港。おー、ということはまあサウンドハウスですよね。知ってた？そう、まあ皆さんもね、サムネとか、そう、サウンドハウスね、この成田空港からね、結構近いんですよね、実は。はい、というわけで、飛行機には乗らずタクシーで向かいたいと思います。はい、到着しました。サウンドハウス。前回の動画ぶりですね。そうですね。半年ぶりぐらい。ね、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、どうもやってまいりました。室内。入りましたね。入ったね。ここはサウンドハウスさんがいつも動画をお届けされてる部屋をお借りしておりまして、本日なんですけれども、アンプをちょっと今日いろいろ弾いていきたいなと思うんですけども。サウンドハウスさんって輸入代理店の業務をやられている中で、海外の有名なブランドのアンプ多数輸入して日本のね皆さんに向けて販売されてるんですけども、中には楽器店さんに置かれてなかったりするものもあったりするので、なるほどなるほど。それってちょっとどんな音するのって確かに気になりまして、なので今日同じ環境で、まあ同じギタリストさんに弾いていただいて、お届けするっていうのをやってみたいと思います。皆さんの代わりに思想すると。そうそうそう、よろしくお願いします。じゃあまずは皆さんおなじみのマーシャル、こちらの音を基準にこの後ちょっとどんどんアンプを交換していきたいなと。了解です。はい、楽しみ。これマーシャル、じゃこれをちょっと皆さんに覚えていただいて、今日用意してもらってるアンプがビクトリーアンプ、そしてスプロ、レーニーみたいな感じで、ちょっとね僕すごい気になるんだよね。僕もね気になってるやついっぱいあります。はい。はい、つながりました。1個目、スプローのブラックマジックリバーブ。見たことはある。前来た時も置いてあったもんね、ショールームにね。いや、ちょっとつなぎましょうか。まず見た目がかっこいいね。これ僕たち今もうガチで今から音出すので。そうなんですよ。これね、僕が好きなマーク・レッティーリっていうギタリストが弾いてたりするんです、動画とかで。すごい気になってたんですよ。で今回ね、あえてマーシャルのキャビでやるのは、やっぱりこの後紹介するアンプ結構小型のやつとかもあるので、それだけ買って持ち運んでリハスタとかにあるねマーシャルのいつものキャビでどういう音がするのかっていうのでちょっとお伝えしたいなと思っておりまして、じゃあいきますよ。はい。おリバーブ。弾きやすいクリーン、伸びやかで歪む一歩手前のクリーンみたいな。ああ、いい、エフェクターのノリがいいやつだ。そうです。でバンドで盛り上がってて、クリーンでリズムギター弾かなきゃいけない時に埋もれない音してる。おお、リバーブちょっと足してみますね。はい。おお、なんか他のなんだろう、フェンダーとかマーシャルについてるリバーブと違うキャラクターがあって、新しいね。プレートとスプリングの間みたいな。そんな感じですよね。そしてあとここにスピードとデプスのこのトレモロがついてるので、これもちょっと
あー綺麗。マーシャルのキャビでこれだったらそうですよね、もうちょっと違う豆キャビだったり、オープンバックのやつとかだったりすると、もっとなんか張りがある、そうですね、パチンみたいな響きがきそうな感じが。はい、2個目つながりました、はい、こちらビクトリーアンプ RK50 のリッチー・コッツェンモデル。なるほど、高校生ぐらいの時リッチー・コッツェンめっちゃ聞いてました。ああ、どうですか？思ってたより優しい音がします。本当？さっきと全然違う、ね。全然キャラが違いますよね。しかもね、今ね、原因ね、9時いってないんですよ、ね。あ、本当だ。これちょっと上げてみますか？上げていきましょう。可愛くなくなりましたね。すごいね。すごい。すごいところまで行くと。これボリューム絞るとどうなんだろう。あ。これいい、めっちゃリバーブ上げちゃうわ、これは。それからのあ、いいね。これすごいですね。めっちゃ楽しい。どうしよう。続いて3代目、またまたビクトリーアンプ。ちょっとだけ大きくなったけどまだ小さい。そうですね。この見た目からするにいかついですよ。ですね。多分。なるほど、クランチいきましょうか。お。だいぶ傾向が。なるほど、そっちね。このままハイゲインチャンネルいきますね。あー、こっちですね。かつい。分かったよ。今日ね、ちょっと1個別のギターご用意していただいていて、ありがとうございます。はい、こちら。これ前ほら森本くん一緒にうらうらした時のソーラーギター、これ気になってたんですよ、僕今日ちょっとこれ弾かせていただけるってことだったんで借りちゃいました。どうぞ。どういけー。うわそうなるよね。ですよね。でもこれが本領発揮って感じよね。そうですよね。あ、いや、言ってそれ。かつこれがね、多分一番こういう風に使ってくださいっていう音な気がしますよね。なるほど。でしかもこのアンプモードがこういろいろこう切り替えられる中で、これ全部こうスイッチをこう真ん中のフラット位置に設定できるんですけども、こうしておくとミディでスイッチャーとかのミディの信号で切り替えれるので、チャンネル切り替えだとか、あとはマスターもマスター1マスター2って2個音量が設定できるので、呼び出してソロ用のボリュームと、普段のボリュームみたいな設定ができちゃう。なるほど。
はい、続きましてはレイニー IRT60 っていうモデルなんですけども、レイニーは結構知ってる人もいるのかな。そうですね、昔ポール・ギルバートとかも使ってましたね。確かに確かに確かに。お好き、僕、キラキラしてる、キラキラしてる、なんかアンプって感じの。そうですね、チューブアンプって感じ。そうそう、ちょっともうちょっとクリーン聞きたいかも。なるほど、この EQ もいいわ。あっさりこう欲しいところが上がったり下がったりする感じ。このキャビとの相性、なんかバランスいい感じするね。じゃあもうこのままリードチャンネルいきますか。これもハミュー弾きたいですね。だいぶソーラーギターズが持ってったね。まあそうですね。ソーラー方向に。でもまあこういう感じか。この人も結構ハムと相性がいいかも。いいね。いやでもね、僕ねシングル好きですわ。でもクリーンめっちゃ僕も好きでした。ごめんね。いやでもなんかいろんな楽しみ方があるってことだけど。はい、そして最後はじゃーん、スプロのコンボタイプ。かわいい。かわいい。一番初めにあったスプロのコンボタイプもあるって聞いたんで、ちょっとせっかくだったら。どうですか。いや、やっぱ僕スプロ好きです、ね。自分のタッチのイメージと出てくる音が結構僕は相性がいいです。へえ。ちょっともうちょっとじゃあ聞かせてもらって、じゃあちょっとトレブルを上げてみようかな。いいですね。なんかこう塊でドンって出てくる感じというか。じゃあ今度はミッドをちょっと上げてみようかな。はい。でちょっとリバーブを。もうわーしか出なかった今。なんかこう奥行きがあるというかね、なんかそのやっぱりこのスプロが描きたい世界観みたいなのがしっかりこうね、当然コンボタイプでキャビも全部一緒になってるので出てますね。すごい。すごい。やっぱスプロでこれとのなんか同じような雰囲気っていうか、なんて言うんだろう、専門店って感じします。はい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 。他のアンプは割と質感がいいまま何でもできますよっていう雰囲気がちょっといい意味で不器用だけど一番カラーがある感じ。なるほどね。はい、というわけで今回はサウンドハウスで取り扱っておられるアンプの弾き比べでございました。楽しかった。ぜひ皆さんもこれいいなと思った方は
はですねリンク概要欄にありますのでチェックしていただければと思います。この動画良かったっていう方ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお待ちしてますのでよろしくお願いします。本日スペシャルゲスト森本貴弘くんでした。めっちゃかっこいいギターありがとうございました。またの動画です。